こんにちは、ギークインボックスの坂です。今日はジャズベースとプレシジョンベースどういう違いがあるかっていう、そういう話なんですけど、ちょっと題材を用意して、ここが違いますよっていうのを分かりやすく解説しようかなと思います。はい、使うベースがこれ。はい、こっちのプレシジョン、用意したのは66年のプレシジョンです。で、こっち、フェンダージャパン JV シリアルのジャズベースですね。60年のスタイルになってます。じゃあこれ、いろいろ違いとかお話ししようかなと思うんですけど、プレシジョンベースが発売されたのは1951年ですね。でも当時は全然仕様が違うんですよ。テレキャスターみたいなすごくシンプルなボディで、ピックアップはスプリットコイルじゃなくてシングルコイルでしたね。だいたいこんな感じの仕様になったのは1957年のことですね。一方、ジャズベースいつ発売されたかっていうと、プレシジョンベースの、上位機種として、1960年に発売されました。プレベとジャズベ見てわかる通り結構いろんなとこ違うんですけど、一つずつ言っていきますね。まずボディシェイプ、ここが大きく違います。プレシジョンベースは左右対称なんですよね。整ったシェイプなんですけど、ジャズベースはくびれがすごくある左右非対称ボディになってます。これは近い年代で発売されたジャズマスターの流れを組むボディですよね。これでより体にフィットしやすいっていう感じです。ナット幅、ここもちょっと違いますね。プレシジョンベースは43から 44mm って考えてください。ジャズベースは 38mm のナット幅ですね。ここかなり握りが違うんですよ。これに伴ってネックの幅、肉付きも当然違います。なのでネックの質量も違うんですよね。より細く引きやすくっていうのがジャズベースのコンセプトですよね。その時のピックアップ見てみてください。プレシジョンベース、このスタイルにはスプリットコイルのピックアップが載ってますね。こっち側のコイルとこっち側のコイルをシリーズ直列につなぐことでハムノイズがなくて出力が大きくてパワフルなミドルレンジが特徴的ですよね。一方、じゃあジャズベースですね。シングルコイルが2個載ってます。で、これ片方で使うこともできるし、両方合わせて使うこともできます。両方合わせて使った時にはハムキャンセルの効果が発揮されてノイズが減りますね。ミックスにした時のサウンドはすごくパリッとしたアタッキーのトレブルとクリアのローエンドがすごく特徴的だと思います。プレシジョンベースよりもよりサウンドに幅を出してるっていうのがジャズベースの特徴ですよね。これね、今更ながら不思議なのがさ、プレベはなんでちゃんとこうゲンアースをねここで撮ってんのにジャズベはこうしちゃったんだろうね。いっか。コントロールなんですけど、プレベはボリュームとトーンですよね。ジャズベはこれそれぞれのボリュームとトーンになるんですけど、ノブがね2個しかないんですよ。でこれ何かっていうとスタックになってて上と下で別々のノブなんですよね。これによってこっち側がフロントのボリューム、フロントのトーン、リアのボリュームとリアのトーンっていう風に別々にセッティングできるのがこのベースのすごく大きな特徴です。ただスタンダードなジャズベースって違うと思うんですよ。2ボリューム1トーンでなんか見慣れないなと思うんですけど、これ1960年の発売当初はこれだったんですよね。2ボリューム2トーン。62年頃にこれが変更になります。今では2ボリューム1トーンの方がポピュラーなコントロールになってますよね。あえてこのコントロールにしてるっていうのはやっぱりその当時のリーシューモデルとかそういったものになりますよね。なので例えば今2ボリューム1トーンのジャズベース持ってるんだとしたら2ボリューム2トーンにしたらなんかちょっと渋い感じのルックスになるんじゃないかなと思います。簡単にプレシジョンベースとジャズベースの違い解説してみたんですけど、じゃあどういう音の違いがあるのかっていうところを今から撮ってみるのでぜひ聞いてみてください。ありがとう。
はい、そんな感じでこの2本弾き比べてみました。サウンド結構違うのがわかるかなと思います。サウンドのバリエーションはもちろんジャズベースすごくありますし、ミックスの時のローのクリアさとかスッキリとしたサウンドとかも分かりやすいのかなと思いますね。逆にプレシジョン、ミドルレンジがすごくプッシュされたパワフルなサウンドだなっていう感じですよね。この2つのモデルは今まで音楽業界でずっと使われてきたモデルなので、どんなジャンルに持っていっても嫌がおうにもスタンダードなサウンドとしてアンサンブルを支えてくれるんじゃないかなと思います。そんな感じで今回はこのジャズベースとプレシジョンベースの違いについて解説しました。この動画もしもいいなと思ったらぜひいいねボタンとかチャンネル登録とかしてくれるととっても嬉しいです。以上、ギークインボックスの佐賀でした。ご視聴ありがとうございました。Twitter、インスタ、Facebook もよろしくね。チャンネル登録してね。新しい動画はこちら。